こんにちは。ベヨネッタ3ディレクターの宮田です。魔女の解体新書ではベヨネッタ3の魅力について定期的に発信していきます。ベヨネッタシリーズのファンならぜひご覧いただきたいと思います。それでは早速どうぞ。皆さんこんにちは。プラチナゲームズリードエンバイロメントアーティストの前木です。今日はベヨネッタ3の背景について少し話をしていきたいと思います。今回のベヨネッタ3はコンセプトの一つとしてワールドツアーというものがありました。ベヨネッタは世界の崩壊を止めるために平行世界を渡り歩いていくのですが、そこでは皆さんが見知った場所なども登場します。そんな見知った場所で暴れ回るベヨネッタは今までのベヨネッタをプレイした方であれば新鮮に映るのではないかと思います。孤島トゥーレや混沌の狭間ギンヌンガカップといったようなファンタジー色の強いステージも登場します。このような多彩なステージ構成も特徴の一つではないかと思っています。ベヨネッタ3にはもう一つ魔獣を使ったダイナミックなアクションというコンセプトがありました。ベヨネッタは巨大な魔獣を自由に操れるようになり、またデーモンマスカレードという力でアクションの幅や移動能力も大幅に向上しました。そのためその能力を最大限に活かせるようにステージも従来のベヨネッタシリーズよりも広く設計してあります。ただ広いだけではなく、そこにはいろいろな隠しアイテムやシークレットバトルなども用意してあるので、やり込み要素も充実したステージになっているのではないかと思います。それ以外にも魔獣の迫力のあるアクションを生かすために今回は破壊に関しても力を入れました。特に街のビル破壊には力を入れており、街のほとんどのビルの外壁が壊れるようになっています。この実装に関してはフレームレートを維持しながら実現する必要があったのでとても苦労したところの一つでした。なので皆さんには実際にプレイして確かめてほしいと思っています。最後におまけの情報として、実はベヨネッタ3にはオフィスのような場所が登場します。オフィスビルの外観には見覚えがあるような。ベヨネッタが縦横無尽に某オフィスで暴れ回っているので、ぜひ実際にプレイしてみてください。